尾道駅にやってきました。ナシコとパイのパネルですね。きつ結構きついぞ。すごいすごい、こんな感じなんだ。ここあれじゃないですか、僕山の聖地じゃないですか。皆さんこんにちは、いっちです。はい、ということで今回僕は後ろに見えます尾道駅にやってきました。尾道といえばね、現在放送中の本の道の聖地となった場所です。今回は広島県尾道市を巡っていこうと思います。今回は6つの聖地を巡っていきます。基本的に尾道駅周辺に聖地が固まっているので巡礼しやすかったです。お昼ご飯は尾道の名物を食べてきました。ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは本の道の聖地巡礼に出かけましょう。はい、ということでまずね、尾道駅から巡っていくわけなんですけど、今日ちょっとね、分かる通りあいにくの雨なんですよね。はい、でもちょっと午後には多分ね、雨が止むんじゃないのかなと思うんで、いい景色も見えると思うんでお楽しみにしていてください。で、今僕がいるのはこちらは駅前近くの広場みたいな場所ですね。向こうに見えるのが向島、尾道水道を挟んで造船所だったりとか、そういったのがある場所ですね。これね、昨日の夜来たんですけど、夜のね夜景も結構綺麗だったんですよね。ここちょっと巡っていきますか。で、ここを流れてるのが尾道水道ですね。夜景も綺麗なんで夜に訪れてみるのもおすすめですね。今日は訪れないですけど。でですね、ここの広場に1箇所聖地になった場所がありますね。それがあそこの象の場所ですね。多分この画角なんですよね。ナシコがそこのベンチに座ってたカットで登場してきたらしいですね。ここ一応高いんですよね。正面に見えるのが尾道市の入り口の尾道駅ですね。作中でもね頻繁に登場してくる場所で有名ですよね。ここ確か2019年に駅自体が改修工事新しくなったらしいですよね。昔の駅のあれは知らないですけどね、今はねもうスタイリッシュというかおしゃれな雰囲気の駅ですね。このカットも出てきましたからね。合宿でナシコたちが集合した場所かな、確か。駅を出た時に広がる街の景色はこんな感じですね。やっぱすぐね向島の方に造船所見えるんでね、そこ特徴的ですよね。続いてはね、本通り商店街が駅の、すぐ近くにあるんで、そちらの方に、向かっていこうと思います。で、今回ちょっと僕聖地巡礼の動画上げてるんですけど、実際に本の道の声優さん前田香織さんとかが尾道を巡礼した動画があるんで、正直僕の動画よりも多分そっち見てくれた方がしっかりとした動画になってるんで、ぜひねそちらの動画もね概要欄にリンク貼っておくんで、ぜひ見てみてください。本通り商店街は割と駅の近くにあるんで来やすいですね。あとであっちの千光寺だったりとか西光寺とか浄土寺とかね、お寺も登場してきたんで、そちらの方にも行こうと思います。多分ねどうなんですか、ちょっとあんまりねいい景色撮れるかわかんないんですけど、とりあえずね見ていこうと思います。はい、ということで尾道本通り商店街にやってきました。ここをねちょっと巡っていこうと思います。尾道本通り商店街は広島県屈指のアーケード街で全長 1.2km もあるそうです。商店街は昭和の時代にタイムスリップしたかのようにレトロなお店や建物が至る所に存在していました。作中だとこちらの居酒屋さんが登場していました。帽子をかぶったおじさんが特徴的ですね。早速ありましたね、パネルが。ナシコとパイのパネルですね。商店街にはナシコたちの等身大パネルが設置されています。巡礼で訪れたら記念写真撮ってみてください。本町通り商店街は広島屈指の最長のアーケード街なんでね、巡るの楽しいですね。別にお店寄ってないですけど、そのお店の外観とか見るだけでも全然ね昔に戻ったみたいな感じがしますね。ということで今ね本通り商店街ちょっと外れて尾道水道付近のこのね沿いを歩いています。ここもね一応作中登場してくる場所がねあるんでね、そこもちょっと巡っていこうかなと思います。ちなみにベンチで声優さん2人前田さんとかが、ここに巡礼に来た時に座ってアイス食べてたベンチですね、確か。でアイス屋さんがあそこにあるんですよね。唐沢さんっていう結構有名な場所なんですけど、今日は営業してないんで行かないんですけど、お店がやってる時訪れてね食べてみてください。今日天候がちょっとあいにくの
雨なんですけど、全然なんかねそんな降ってないんで楽しめますね。っていうか楽しんでます。はい。なんか本当にね歩いてるだけでいろんなものがあるんで、ちょっと僕の地元とかにはないものがあったりするんで、全然なんか歩いてて楽しいですね。あそこに船もね、渡り船かな、あれ落ち水道ですもんね。なんで全然ね楽しませてもらってます。エンディングで顔出してたシーンも多分ここのところから顔出してたのかなって思いますね。このねブロック塀でできて5人が顔出してた場所があったと思うんですけど、ちょっとあれと合わせるのはちょっと難しいんでちょっと撮れないんですけど、多分ここら辺だと思いますね。なんかこの風景も良くないですか？なんかふと横を見たらあっちの方にねもうお寺だったりとかのあれ千光寺かな。この風景個人的に好きですね。聖地とかじゃないですけど面白いや楽しいな。ここが温泉ですね。なしこたちが入っていた温泉です。今日寒いんでね、後でまたちょっとここに入りに来ようかなと思います。ホテルにもなってるらしいんですけど、確か入浴もできるそうなんで、ちょっと後でね行こうと思います。じゃあね、今日の巡礼のメインでもあるお寺巡りをしましょう。今日3つのお寺巡ってくるんですけど、撮影大丈夫だよって言ってくれたんでね、3つのお寺巡っていきます。パンパパパンパパンパンパパンチっていうオープニングいいっすよね。あれ結構中毒性ありません？なんか YouTube であれ確か1時間ぐらい流れてるやつが、公式さんが上げてたんですけど、あれね面白かったですね。オープニングがマジで何回も聞いちゃってますね。ここですね、浄土寺に向かう途中にあるこちらのバス停がオープニングでリーチェが映ってた場所ですね。ここの道とそこに尾道水道があるんで、ここですね。でそこに見えるのが尾道大橋ですね。ちょっと天候がね微妙なんですけど、であそこに見えてきたのが上高寺ですね。うわすごい、この外からの外観だけでも迫力ありますね。今から見ていきます。はい、ではねまず浄土寺の境内をね見ていきましょう。わすぐそこにね電車通りますね、貨物。これをくぐってですか、面白いな。意外と階段が急でしたこの景色いいですね。向こうに尾道水道が見えて、そこはね電車が通る路線になってて、ああいいな、この上からの景色も。はい、ということで境内はこんな感じですね。広々としてますね。で奥の方に多分あっちに展望台があるんでね、そこをね巡っていきます。アニメ6話で登山前に5人が参拝していたお寺です。創建されたのが616年、聖徳太子の創建と伝えられています。だね、ハネルが苦戦してた浄土寺展望台まで登ってきますか。多分こっちからでやってるはずなんですけどね、道が曖昧なんですよね。多分こっちからだと思います。さあ登っていきましょう。パネルはね苦戦してきましたけど、僕はねこれまで数々の聖地になったね場所のね山とか登ってきたんで、こんなへでもないですね。余裕ですよ。済ました顔でね登り切ろうと思います。きつ意外と道が険しかった件結構険しいですね。これ合ってんのかな、ちょっと待って、合ってるか心配なんですけど、多分合ってるでしょう。道があるから、そこに道があるからやばい、朝っぱらからきついなこれは。見てわかるように結構山道は急なので、しっかりと準備して登ることをお勧めします。この動画を見ているだけじゃわからない君たち、結構きついぞいやきつかった。俺修行しにでも行くんかなんか修行してそうよね1000人が山にこもって。はい、ということでなんか見覚えのある鳥居が見えました初めてなんだけどな、すげえ見覚えあるぜ途中経過ですね。わあすごい、全然あれだ、雨降っても綺麗だ。すごいな。全然いいじゃないですか。
晴れてた方がいいですけど、綺麗な雨だ。めっちゃいい景色じゃん。なんかあんま期待してなかったんですけど、全然ね、いい景色ですよね。感動っすわ。きつかったからね、ここに来るまでは。まだありますけどね。気を取り直して行きましょう。こっからは平坦っすね。これは余裕っすわ。気づいてると思うんですけど、僕ちょっと今風邪ひいてるんですよね。若干鼻声なんですけど、別に熱はないんで大丈夫なんですけど、ちょっとすいません、今日の動画はね、鼻声でお届けします。申し訳ない。すごい、なんか見えた。運慶さん。すごいな。これなんか掘ってあるぞ。不動明王ね。はい。迫力ありますね。なんか途中休憩みたいな場所がありましたね。すげえ。ここもいいな。どうですか、この眺望。この岩あれですね、なんか作中でも見たことあるような。撮ってましたね、確か。すごい、こんな感じなんだ。ちゃんとしゃがましてくる。すごい。作中を体験できてる。ここが途中経過ですね。パネルがまだ登るのみたいなこと言ってましたですね。多分あっちですね。行きましょう。この道は舐めてましたね。全然きつかったっすよ。皆さんもなんでね、来るときは気をつけて訪れてください。到着しました。展望台。来ちゃ頂上からの景色を拝んで帰りましょう。頂上着いた記念ということでちょっと結構きつかったんで、皆さんもね、来る際は気をつけて登ってください。ここで麻雀できそうですね。ここで麻雀できそうですね。やしことハンデルが言ってましたね。皆さんはね、麻雀なんでしないでくださいね。分かってると思いますけど。じゃあね、今来た道を戻ります。多分ここは千光寺みたいにロープウェイなかったと思うんで、ちょっと歩いてね戻ります。で続いて向かうのはもう一つお寺ですね。向かう途中のシーンをね飛ばすんで、どうぞ。という感じで西国寺到着したんで、中の方もね見ていきましょう。多分あっちの方かな。あっちの裏面にあるのが西国寺の本殿かな。あっちの方ね行きましょう。続いて訪れたのは西国寺。アニメ8話のお祭り会でぼんぼりを設置する際に登場してきたお寺です。ということで、こちらの階段がね、確かぼんぼりも階段の隅に置いてた場所かな。ざわざわみたいなね、ぼんぼりもありましたからね。多分こちらの階段に置いてましたね。境内の上からの景色もいいですよね。ここに尾道水道見えますね。もうどこからでも見えますね。街並みもいいですし、尾道三山の一つ愛宕山山腹にある西国寺は境内の平地面積15,700平方メートルに及ぶそうです。本堂をはじめ様々な建物を見て回るのが面白かったです。特に印象的だったのがこちらの三重塔。重要文化財にも指定されており、荘厳な佇まいの塔でした。境内から見える尾道の街並みも大変魅力的でした。続いてはね、もうさすがにこんだけ歩き回ったんで、もうお腹空いたんですよ。もう今日朝から何も食べてないんですよ。なんでちょっと尾道っぽいね、食べ物を今から食べに行こうと思います。それじゃあ行きましょう。ということで、尾道ラーメン食べに行きましょう。ラーメンならあるけどね。お昼に訪れたのは尾道ラーメン一番館本店。注文したのは角煮ラーメン。こってりかと思いきやあっさりとした味わいでした。角煮も柔らかくて美味しかったです。皆さんも巡礼で訪れたら食べに行ってみてください。ということでね、ラーメンも食べてちょっと回復したところでね、今日のメインの聖地千光寺に向かっていきます。ちょっとまた雨が降り出しましたね。千光寺の上からの景色がいい眺めをお届けできるかわからないんですけど、とりあえず行くしかないですね。
千光寺はねロープウェイで行けるみたいなんですけど、まあせっかくなんでちょっとね尾道といったら坂じゃないですか。なんでそういう尾道の景色を見ながら行きたいんで歩きますかはい歩いてきます。やっぱね街が街なだけあってね本当に傾斜がきついですね。ちょっと頑張って登ります。こういうね景色も尾道らしいですよね。で千光寺に向かう途中の道にはここですね、猫の細道ですね。ここがねポンの道のキービジュで出てくる場所ですね。あそこにナシコたち5人がね座った場所ですね。うわ一度高いね、左側に猫の絵が描かれてたり、ここに下にもね猫がいたりと面白いですね。尾道はね猫でもね有名ですからね。ちょっと歩いてたらそこら辺に猫さん出てこないかなって思ってたんですけど、今日天気が悪いんで多分来はしないですよね。今ちょっと途中にある道来たんですけど、ここあれじゃないですか、僕山の聖地じゃないですか。あ、ここですね。山田撮影してましたよね。ここじゃん聖地。すげえ、たまたま見つけましたわ。こんにちは。伊藤黄門さんかな、違うね。田野村武田の像。最後に訪れたのは千光寺。エンディングやアニメ6話でナシコたちが訪れていたお寺。標高140メートルの高さからは尾道水道や尾道の街並みを一望することができます。また千光寺周辺には尾道市立美術館や令和4年にリニューアルオープンした新展望台があります。はいと、まあこんな感じですね。でもだいぶすごい、わざわざねこっからの景色のために作ったんですかね。でも結構一望できますね。さっきのね浄土寺も結構見れましたけどね、ここも全然見れますね。浄土寺行くのはきついよって人はね、ここから尾道の街並み見てみるのもいいかもしれませんね。桜名所100選に選ばれた場所で、少し早いですが桜が咲いている様子を見ることができました。猫に会えるのを期待したんですけど、天候も天候なだけあって一匹も遭遇することができませんでした。ちょっと残念でしたね。ここが鼓岩ですね。あそこの岩を叩くとポンポン鳴るらしいですね。ちなみにこんな感じのあれですね、外観は。これ鳴るんですかね、音が。でも一応ポンポン言ってますね。だからポンの道なんですかね。関係ないか。ここがエンディングで確か5人がね駆け下りてきた道なんですかね。ということで、以上がポンの道の聖地巡礼でした。今日はねちょっと天候がいまいちだったんで、あんまりその頂上からの景色とか普段の晴れた日の尾道よりかはちょっとあんまかなと思ったんですけど、でもね僕は全然ね十分尾道楽しめました。本当に聖地もそうなんですけど、あんまり見ないような場所が多かったりとか、結構坂道とか多いんで、なんていうんですかね、趣のある場所だったり風光明媚な場所が尾道多いんで、ぜひね聖地巡礼だけじゃなくて普通にね尾道市観光ね訪れてみてください。神社を3つほど回ったんですけど、それぞれ特徴のある神社でね楽しく巡礼することができました。この動画がいいな、聖地巡礼行ってみたいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you!